皆様こんにちは、アイです。これでキネラ3連続です。ジャックさん、やっと予告通りのレビューですね。はい、こんにちは、MD ジャックです。なんだかここへたどり着くまで長かったね。シード、シフ、BD005 プロの流れでレビューすることは決めていたけど、イヤホンに関してレビュー以外のコンテンツができないものかと試行錯誤して、前回の音質調整をやってみたりしたので、今月はかなり制作時間がかかっちゃったね。レビュー動画の数をこなそうとはしなかったんですね。そうだね、自分で試したことをお伝えしていくっていうスタンスは変えたくないから、やれそうなことはとにかくやってみようと思って、ニーズのありなしも発信してみないとわからないからね。そうですね。何でもやってみないとですね。じゃあレビューの方行きましょうか。はい。キネラのニューモデル BD005 Pro は 1BA プラス 1DD 構成で、ダイナミックドライバーはシード、シフトも違います。3D プリントされたイヤーシェルは滑らかで CCA、CA16 と ×Z、ASX などと似ていますが、ドライバー構成がシンプルなのでサイズ面で有利で、上記モデルより小さめです。装着感は CCA、CA16 にかなり似ていますが、さらにいいです。本体の写真が撮りづらく、正面から光を当てれば反射で文字が見えなくなるし、キラキラ模様はいろんな角度で反射するしで、没テイクの山でした。要は見る角度で様々な表情を見せてくれるってことが伝われば良いのですが、かなり間近で見たり、光を当ててみて分かったことは、あまり近くで見るとさすがにあらがないわけではないってことです。でも、普段イヤホンを間近でガン見する人もいらっしゃらないでしょうから、全く問題ないと思いますけど、重量は 4.4g で、シード、シフよりはありますが、今までレビューしてきたモデルが5から 7g ぐらいなので、軽い方でしょうね。なんだか耳にアクセサリーつけてるみたいですね。キネラはデザインがかっこいいという印象は以前からあったけど、BD005 Pro も良い感じに仕上がってるよね。ネット上に載っている写真をいくつか見てみたけど、フェイスパネルの模様はランダムみたいで、全部違ってるみたいよ。所有欲をくすぐられるよね。そうなんですか。本当にいいですね。私これ買います。あれだって ZAX も ZSN もあるじゃん。大事に聞くんでしょ。そんなこと言いましたね。まあ、それはそれですよ。アクセサリー感覚です。レッドもいいな。ふふふ、こやつ、やはり沼に落ちたな。まあ無理もないか。大歓迎だけど。前回のキネラ、シード、シフの価格について触れるのを忘れていたんですが、シードが約5000円、シフが約3800円、今回の BD005 Pro も約5000円です。KZ、CCA、TRN などの 1BA プラス 1DD モデルが3000円以下で入手できることを考えると、キネラの 1BA プラス 1DD はちょっと高めの価格設定かなと思いました。5000円クラスだと KZ、CCA、TRN で 4BA から 6BA プラス 1DD などが入手できてしまうので、製造数、流通数の違いもあるでしょうし、セル成形の技術が価格に出ているんでしょうね。あ、不満とかではなくて、比べてみておやって思っただけです。今回も特徴的なイヤーピースが付属していまして、TWS 用かと思うような薄型です。音質に影響するかどうかは、音質比較動画の後にまとめてお話しします。では音質比較動画です。シード、シフと比較しています。画面スペースの関係で原音は入れておりませんのでご了承ください。Cause at the start everything is great. The time goes by and all time's great. It's like the law of life. What goes up goes down. Yeah, oh yeah.はい、では波形を見ていきましょう。150時間ほどエイジングしています。
KZ の 1BA プラス 1DD の代表格ともいえる ZSN プロ X との比較では BD005 プロは低域控えめで中高域から高域が綺麗に出る印象を受けます。シード、シフで極端に感じたチューニングを払拭したようなバランス重視型に見えます。個人的には 7.5kHz 付近の高域を 5dB ほど絞って全体を上げ、よりバランス重視にして聞いてみた印象が非常に良かったです。図の通りですが、広い帯域にわたる緩やかな減衰と 7.5kHz 付近の高域が特徴的です。KZ の低域に慣れると少し物足りなさを感じますが、音域全体を考えた時に強い低域が及ぼす影響はあまり歓迎できるものではないというのが個人的な印象です。BD005 プロの音質は上品で綺麗な中高域、高域といったところでしょう。パンチのある曲でも十分いけますが、派手系は KZ の方が合うかなとは思います。付属の薄型イヤーピースですが、波形比較ではこうなりました。軸が短いので、装着時に 3mm 鼓膜からの距離が短くなり、低域が若干有利で、聴覚上も同じ印象でした。高域はお好み次第ですね。セドナはだいたいいつもピークが手前にずれてきます。遮音性が良いと感じているので、最近セドナを外で使用するケースが増えています。イヤーピースってそんなに音が変わるんですか？変わるね。リケーブルより顕著に違いがわかるよ。自分にはこれって思ったサイズがあっても、他のサイズを使ってみると案外使えてしまうので、サイズの違いが装着感と遮音性と音質変化に与える影響を意識しながら付け替えてみるといいよ。はい、覚えておきます。有線モデルの無線化はいつもこれを使用しています。シード、シフ、BD005 プロをそれぞれ無線化して外で聞いてきました。シード、シフではシフの印象が良かったです。ケースへの収まりもいいです。愛はまだ無線化アイテム持ってないんですよね。これ買わなきゃ。愛ちゃん学生でしょ？お金大丈夫なの？大丈夫大丈夫。バイト増やしますから。まあ、大丈夫ならどんどん買っちゃってちょうだい。さて続けます。BD005 プロは有線時とは一味違う広がりがあり、上品さに磨きがかかったようにも感じました。バスの中だったら低域がエンジンの音で相殺されてしまいそうだと思ったので、低域ブーストの EQ セッティングを持っておいた方が良さそうだとは思いました。また、シード、シフは MMCX、BD005 プロは 0.78 にピンのため、オプションとはいえ BT20S プロの豊富な端子への対応可能な点に改めて便利さを感じ、オプションで買っておいてよかったと思いました。興味がおありでしたら、過去動画がありますのでご覧いただければと思います。音質の評価だけでなく装着していて、気分が上がりそうなデザインは、BD005 プロで聞く満足感というのも味わえると思います。外で無線化して聞いて、そう思いました。有線ではバランス接続でも聞きましたが、広がりが一段と増した感じです。KZ 系のエッジの効いた質感とも違い、今のところ悪い点というのが出てこないですね。今年レビューしたモデルでは、一番癖がなく印象もいいです。これは買いですね。エントリーモデルの価格設定で手の出しやすさから考えてもキネラ未体験でしたら BD005 プロから始めてもいいんじゃないかと思います。はい、愛も BD005 プロからキネラ始めます。そうだね、ほんといいタイミングだね。ということでキネラ BD005 プロの音収録波形比較レビューでした。このチャンネルではイヤホンのレビューを誇張表現や専門用語はできるだけ使わず音と波形と言葉でお伝えしています。チャンネル登録がお済みでない方はご登録の上ご覧いただければ幸いです。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。